はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ、豊です。本日もあなたのおうちコーヒーが美味しくいただけるためにコーヒーの話をしていきたいと思います。本日ご紹介するのはこちら。見たことある人も多いかと思います。コーヒーを飲んでいる方であれば見たことあると思います。こちらのコーヒー器具の名前はマキネッタと言います。もしかしたらモカポットとか、モカエキスプレスとかいう名前の方が聞き慣れている方がもしかしたらいるかもしれません。すべて同じこちらのこのようなコーヒー器具みたいな感じですね。で、なぜそのようないろんな名前があるかと言いますと、マキネッタ、これがイタリア語になります。モカポット、これが英語になります。で、モカエクスプレスというのが、こちらのビアレッティのブランド、メーカーが出している一つの型式のことをモカエクスプレスというそうです。なので、一般的によく使われているのはマキネッタもしくはモカポットというふうに日本語は一応二通りの言い方があります。それで、このコーヒー器具の特徴というか、どんなものかというふうな説明をしていくんですけども、とても濃いコーヒーを入れることができるコーヒー器具になります。どんなに濃いかというと、エスプレッソみたくめちゃめちゃ濃いのではないんですけども、ハンドドリップのコーヒーよりも濃く出来上がるので、エスプレッソとドリップの真ん中ぐらいな感じですね。で、このマキネッタの優秀なところが、これ一つでもうコーヒーができてしまうという便利さがあります。ドリッパーの場合だと、どうしてもドリッパーがいります。そのサーバーがいります。で、紙フィルターが必要になってきますよね。こちらのハンドドリップ用のケトル。こういう小さいやつでもいいんですけども、このハンドドリップ用のケトルが必要になってきます。このいろんなバラバラのものが必要になってきますよね。ただ、マキネッタはもうこれでもうコーヒーの粉を入れて、お湯を入れて、で、そのまま直火にかけるだけなので、とても少ない器具でコーヒーが出来上がるというメリットもあります。なので、キャンプとか行かれる方、これだけ持っていけば、これとコーヒーの粉と、お水があれば、直火でコーヒーが出来上がるので、こんなガチャガチャと持っていかなくてもいいので、そちらのメリットだと思います。ちなみに今回これ、友達からちょっと借りてます。はい。なのでね、お家でちょっと濃いめのコーヒーが飲みたいという方にはおすすめの商品なので、ぜひ説明を聞いていってください。このマキネッタの歴史についてお話ししていくんですけども、まずこのマキネッタが発明される前に、エスプレッソの話をちょっと軽くさせてもらうんですけども、イタリアのコーヒー文化の動画でもお話ししたんですけど、まず1901年にイタリアでエスプレッソマシンが開発されました。で、それがどんな時代だったかというと、カフェ文化がものすごい盛んになってきた。しかし、その反面、当時イタリアは高度経済成長の時期に入っていて、とてもその工業が盛んになって、とても忙しい時代でした。コーヒーってゆっくり飲むのが主流だったんですけども、ゆっくり飲む時間がないイタリア人は短時間で抽出するエスプレッソマシンを開発して、で、短時間で飲める量の少ないエスプレッソを好んで飲むようになったという話なんですね。それが1901年の話です。当時のエスプレッソマシン、今はこんなように小型のエスプレッソマシンがあるんですけども、当時のエスプレッソマシンはとても大きな機械で、とても高価なマシンだったんですよ。なので、一家に一台なんてとてもじゃないけども、置けない代物でした。で、それでもやっぱり濃いコーヒーを飲むのが習慣になってしまったイタリア人は、家で濃いコーヒーを飲む方法がないのかと。比較的安い方法でという形で、このマキネッタが1933年に開発されて、で、瞬く間に各家庭に一家に一台あるようなコーヒー器具になりました。大阪で言うとね、たこ焼き器のような感じですかね。一家に一台あると言われてます。ちなみに、僕はまだ持ってないです。買いたいとは思ってるんですけどね。はい。それで、1933年にビアレッティというブランド、メーカーがモカエキスプレスを開発して、で、もうバカ売れしたということですね。で、なぜ、革新的だったっていう理由がいくつかありまして、まずは構造がシンプルなんですよ。
構造は後ほど具体的に説明するんですけども、構造はとてもシンプル。そして高圧を必要としない低圧での抽出です。で、素材をアルミにすることによって大量生産ができるようになると。アルミは比較的柔らかいというか加工しやすいので大量生産にとても向いてます。で、価格も他のエスプレッソマシンに比べるととても安かったので、爆発的に売れたということですね。で、特に1930年代から1960年代がものすごい売れた時期なんですけども、家庭のガスコンロでも使えるし、比較的安いし、頑丈でとても壊れないっていうのがあって、誰でも簡単に入れられるっていうメリットがあります。はい。ここでちょっと補足というか、マキネッタのメーカーをいくつかご紹介していきたいと思います。できればちゃんとしたメーカー、大手メーカーの方がいいのかなと思ってます。なぜかというと、紙フィルターのような消耗品ないんですけども、長期的に使っていくと劣化していくものがあるので、交換部品っていうのがあるので、大手メーカーの方がメンテナンスとかが後々しやすいんじゃないかなと思いますので、いくつかマキネッタを作っているメーカーをご紹介したいと思います。これからね、もし購入するにあたって特徴とかが知っていれば選択しやすいかなと思うので、まずはビアレッティ。今回ご紹介するこれですね。ビアレッティ。かわいいキャラクターもいるビアレッティが一番有名で一番多いと思います。1933年にモカエクスプレスを生み出した本家本元です。で、世界のシェアナンバーワン。一番売れてるブランドですね。で、デザインが90年間変わらないらしいです。で、交換パーツがどこでも、シェア率が一番高いので、どこでも買えると思います。で、値段もだいぶ手頃だと思うので、入手しやすいんじゃないかなと思います。3000円から6000円ぐらいですかね。で、その中でも、ビアレッティの中でも、いくつか型式があって、モカエクスプレス、ブリッカ、モカインデュクション。これはブリッカですね。ブリッカ、クレマが出やすいタイプ。で、モカエクスプレスが八角形のアルミ製の元祖です。で、もう一つが IH に対応しているモデルがあります。最近はオール電化とかそういったご自宅があると思うので、直火がない場合は IH に対応したモデルをご購入ください。はい、次にアレッシーというメーカーがありまして、これはデザイン重視のマキネッタになります。特徴を説明すると、イタリアの超有名デザインブランド。で、家具や生活用品などの芸術品を多く作り出しています。で、建築家やデザイナーとのコラボモデルが多数あるようです。ただその分価格は高いので、1万円から3万円ぐらいですかね。ちょっと高めに設定されています。で、抽出性能も十分いいと思うので、ちょっと僕まだ使ったことないので何とも言えないですけども、抽出機能も十分だと思われるので、ただし芸術的な見た目重視の方が好むようなデザインなのではないでしょうか。で、こちらもその直火タイプと IH 対応っていうのがありますので、アルミは IH 対応してないので、ステンレスを選ぶようにしてください。ステンレスは IH 対応してますので。で、3つ目なんですけども、ガット。こちらはコスパ重視の入門モデルですね。このビアレッティよりもさらに安い入門モデルなんですけども、こちらもシェアが多い。比較的大手に入る部類などだと思うので、ビアレッティよりも安いモデルを選ぶんだったらガットがいいのではないかなと思います。まずは試したいとか、値段重視。例えばこちらを選べばいいんですけども、最終的にアップグレードとかするのであれば、一番初めから目的のものを選んだ方がトータルコストは安くなると思います。はい。以上、この3メーカーがあるので、お好きなブランドを選んでもらうといいと思います。はい。それではね、構造についての説明をしていきたいと思います。まずは開けていきましょう。構造といっても、この3つの部品しかないんですよ。なので、とてもシンプルです。コーヒーの粉をこの中に入れるんですけども、これをドリッパーだと思ってください。なので、次に、この中に下に水もしくはお湯を入れるんですけども、これがケトルの役割ですかね。で、最後に上のサーバーか。これ一番上のやつがサーバーの役割で、抽出されたコーヒーを受けるところであり、最終的にコーヒーを注ぐことができるというふうな構造になっています。一つ注意してほしいのがこちら。これ何かというと安全面です。火をかけておくと中に圧力があるので、その過度に高くなった圧力を
排気する役割があります。なので、お水を入れるときは、この安全弁よりも下の位置で入れてください。中にね、このラインがついてますので、それを越えないようにしてください。ここにパッキンがついているので、このパッキンをね、使っていくと劣化はしていくので、密閉ができなくなったらパッキンの交換時期になります。なので、その辺は注意してください。構造についてに話すんですけども、アルミとステンレス、2つの材質があるんですけども、何が違うかというと、先ほども言った通り、アルミは基本的に直火のみです。で、ステンレスの場合だと IH に対応しています。で、その他に違うことは、アルミとステンレスだと熱伝導率も変わってきます。アルミの方が熱伝導率がいいので、より早く熱が入りやすいので、入れるのも比較的早くなるんじゃないかなと思います。イタリアで最も使われているのもアルミなので、イタリアの味に近づけるのであれば、アルミがいいのかなと思います。あとは、アルミ製だとコーヒーのオイルとかが馴染んでいくような感じなので、使えば使うほど味のある製品だと思いますが、その反面、その洗剤を使えないというデメリットもあるので、洗剤を使うと洗剤の香りとかも浸透してしまうっていう可能性もあるので、洗剤は使わない方がいいという見方もあります。その分ステンレスに関しては、その洗剤で使ってもいいし、オイル汚れっていうのもね、つきにくい仕様になっていると思います。アルミの方が傷がいきやすく、ステンレスの方が硬くて丈夫っていうのはありますけども、そんなには変わらないとは思います。どっちも結構丈夫は丈夫です。ただ、性質上、どちらかというと、ステンレスの方が硬くて丈夫です。あとは価格ですね。ステンレスの方が高くて、アルミの方が安いということですね。で、重さはアルミの方が軽くて、ステンレスの方が重たいです。IH しかない家庭は、ステンレス一択なんですけども、どちらもあるよという方は、そういった違いがあるので、その辺も検討した上で購入してください。はい、それではね、これからマキネッタを使ってコーヒーを入れていくんですけども、まずその前にコーヒーのレシピですね。どれぐらいのコーヒーの量とどれぐらいの水を用意するのか。今回ご用意したのが、その4カップ用のサイズなんですけども、そのバスケット、コーヒーを入れるところが 25g 入るので、25g に合わせたお水の量として、このマキネッタで入れたコーヒーは、エスプレッソとドリップの中間ぐらいの味わいということなんですけども、抽出比率もエスプレッソの場合だとコーヒー豆1に対して2から3。で、ドリップの場合だと1対15、もしくは1対18の方もいるかもしれません。のお湯を入れていくというような感じです。その間という形で1対8ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思っておりますので、今回は1対8でやります。なので、25g のコーヒーの粉を使うので、200ml のお水を入れたいと思います。まずはお湯を入れるというふうに聞いたんですけども、これは過度な抽出になる可能性があるということなんですけども、こちらは、僕個人としてはどちらでもいいかなと思います。冷水のままからでもいけるとは思ってます。はい。ただし、今回に関してはお湯から入れてみたいと思います。で、タンピング、押し固めることはしないでください。お湯が上に行く力が負けてしまって、コーヒーが出ない可能性があります。で、火加減なんですけども、弱火よりの中火で、シューッとね、聞こえてきたら、弱火に切り替えます。で、8割方抽出したら、火を止めると。その後に、最後に、急冷、濡れタオルとかで、急激に冷やすことで、苦味を抑えることができるというふうに聞いてますので、はい、それを実際試してみましょう。実際に入れていきたいと思います。はい、それではね、今回こちらをご用意しました。何かというと、なんとガスコンロです。キャンプとかで使えるガスコンロなんですけども、こうやって立てて、ガスコンロで有名な岩谷産業さんのやつですね。で、ここに、はい、つけると、はい、ガスコンロの出来上がりです。これでね、こんな感じでコーヒー入れていきたいと思います。はい。はい、本日使うのはエチオピアのグジの2300メートルという高い標高で作られたコーヒー豆です。レッドハニーという生成方法です。ここで引き目にも注意してほしくて、細かすぎるのもダメだし、粗すぎるのも良くないので、それも中間、ちょっとエスプレッソよりの粗さ
で、引いてください。多分こういうグラインダーであれば、一番細かくてもいいのかなと思いますけども、エスプレッソを引くやつで、だいたい7、8ぐらいがハンドドリップで、1がエスプレッソなので、4.5 ぐらいで豆を引いていきます。はい、豆が引きましたので、入れていきたいと思います。で、細かすぎると詰まってお湯が出にくくなったりとかするんで、細かすぎるのは良くないということですね。細かすぎると過抽出、過度な抽出になりやすいっていうのもあります。粗いと逆に抽出が不足してしまうので、抽出不足で味が足りないとかいうこともあります。この山は、平らにしていきます。で、ここで注意ポイント。エスプレッソの場合、タンピングと言われる押し込むんですけども、これは高圧だから押してもいいんですね。これ低圧なので押さずに少し平らにする形で、済ましておきましょう。で、ここにパッキンが来るんで、この周りの部分の粉は、落としておきましょう。これはエスプレッソと一緒ですね。はい。で、しまったー。これね、コーヒーの粉を入れる前に、お湯を入れましょう。お湯を入れましょう。こうやってね、失敗することによって、皆さんが失敗しなくなると思います。はい、それではね、まずはお湯を入れていきたいと思います。で、ここで冷水からでもいいんですけども、こちらも過度な抽出になりやすいというふうに聞いたので、お湯からやっていきたいと思います。はい、お湯出来上がったと思うので、200入れていきます。はい。おー、見せたいぐらい 200.0。では、これをバスケットを入れて、熱。お湯で入れるとね、めっちゃ熱くなるんでね、気をつけてください。で、これ、しっかり締めてください。エアーが抜けてるとあれなので、よいしょ。エアーが抜けたらダメなんでね、ここからブワーっと漏れちゃいます。はい、それではね、火かけていきましょう。ではね、そして、急冷用のタオルを用意して、弱火用の中火、どれくらいかな？はい、ではね、待っていきます。2日前に焙煎したばっかりなので、たくさんのクレマと言われるコーヒーの油分が出てくると思うので、それがまたね、コーヒーのコクにつながって、すごいいい香りが出てくると思います。待っておきましょう。今日使うのはこちら。これね、僕が作ったんです。陶芸教室体験に行って、僕が作ったコップなんです。はい。こう、くるくるってやって、シューって作りました。消して、で、急冷していきます。あ、止まった。シューが止まった。でちなみに、この濡れタオルは、綿 100% がいいと思います。綿 100% じゃないやつだったら、溶けてしまいます。はい。ではね、飲んでいきたいと思います。はい。それではね、いただきます。うん。いい香り。めっちゃ濃そう。うん。めっちゃ濃厚。なるほどね。ものすごい。確かに、エスプレッソほど、めちゃめちゃ濃厚、濃い味ではないのは確か。ただ、それに近いものを感じる。例えば、浅煎りの豆だと、ものすごい酸味がものすごい強く出る。濃く出る。深いだったら苦味がものすごく濃く出るんですけども、エスプレッソの場合だと。ただこれに関しては、その雰囲気はあるけども、そこまでではない。これがイタリアの味か。なんだろうな。例えば、ドリップコーヒーで 300ml とか 400ml の一口飲む量が、これだとそんな必要ない。もうちょびっとだけで、口の中にコーヒーの香り、この豆の香りが広がっていくので、その少量で、ものすごい楽しめるコーヒー。
口の中にエスプレッソもそうなんだけども、コーヒーの紙フィルターを使ってないので、コーヒーのその油分とかその成分がより多くコーヒーに出てると思うんですよ。なので、より口に残る。味わいが口に残る。だから今口も飲み込んで20秒、30秒経っても、まだ口の中にそのコーヒーの香りが残ってるようなイメージ。それはもうドリップコーヒーよりもはるかに濃いコーヒーなので、いいね。素晴らしいです。ね、コーヒー豆が自分に合ってると、ものすごい幸せに感じますよね。はい。以上がね、普通にコーヒーを楽しんでることになったけど、以上が、美味しい入れ方になりました。はい。それではね、まとめにいきたいと思います。本日はこちらのマキネッタのご紹介をしました。まずは、エスプレッソがイタリアで出始めてから、家でも飲みたいということで、このマキネッタというコーヒー器具が発明されて、今90年間も続いているブランドですね。エスプレッソのような濃いコーヒーを飲むために開発されたコーヒー器具です。特徴なんですけども、これ1台でコーヒーを入れることができるという優れものです。キャンプなんかで特に重宝されるんじゃないですかね。ハンドドリップよりも濃いコーヒーができるので、カフェラテとかコーヒーアレンジをする方にもとてもお勧めできる商品です。入れ方に関してなんですけども、美味しく仕上げるためにまず気をつけてほしいことが3つあります。まずは粉を入れるときにタンピングをして押し固めないことで、火加減なんですけども、中火からスタートしてコーヒーが出始めたら弱火に切り替えて、スーッと空気が出るようになったら火を止めて急冷することですね。下を冷やすとお湯が上に行かないので、下を冷やしてください。この3つをすれば美味しくできると思います。味わいなんですけども、ハンドドリップとエスプレッソの中間ぐらいの濃さ。とてもいい濃いコーヒーが飲める。エスプレッソ飲み慣れてない人でも比較的飲める濃いコーヒーになっておりますので、もしね、どうしても、いや、これでも私は濃いよってなった場合、そのままお湯を入れてもらったらいいかなと思いますので、はい。もしね、興味がある方はぜひ買ってみて遊んでみてください。イタリアでは一家に一台あるようなコーヒー器具です。濃いコーヒーを楽しみたい方はぜひ一台いかがでしょうか。はい。それでは今後もね、あなたのおうちコーヒーが美味しくなりますように、これからもよろしくお願いします。ではまた。感謝你看到最後。如果你喜歡這支影片，記得按讚，還有訂閱我們的頻道哦。天使人咖啡有銷售自家烘焙的咖啡豆和濾掛包，想了解更多，歡迎點開下方說明欄的鏈接。謝謝。